これをちゃんとやってれば相手はぶっ倒せる。逆にもう、未熟であればあるほど上級者をどれだけ倒せるかっていう挑戦なんだから、一旦常識論捨てちゃってもいい。博士的にレシーブミスが減る方法って何かありますか？一番大事なこと、ちょっとね僕の話みんないつも難しいと思うんで、一番大事なことから、ラケットを止めないこと。止めない？レシーブミスってどこから来るんですかって僕研究したの。そしたら回転が影響を受けた時がやっぱりタッチミスだから、ノータッチで抜けちゃうっていうのはやっぱりその身体能力がそこに伴ってないから、ちょっとこれ除外。そうですね。たまに触れるけどミスっちゃうっていうのは、相手の球の影響を受けるからミスるんですよ。そうですね。で逆にアンチラバーや粒高はその影響が薄いからコートに球を確実に入れようという作戦に変わると。そうですね。まあそれでも不確実ではあるんだけど、かなりその回転の影響を抑えることができる。裏ソフトよりかは返しやすいですよね。特に初級者とかだったら。そうすると次に考えることが何かというと、テクニックは実は何でもいい。つっつきっていうのは一概に正しいって言えなくて、仮につっつきであろう形であれば回転がかけられなくてもとにかく何でもいい。球返さないと負けちゃうから。そうなんですよね。そうすると何でもいいから球入れる、そしてきちんと球捕まえる、ってなったら構造としては台上の処理は基本つっつきがベースだけど、きちんと切ることじゃなくて、ラケットを止めちゃいけないの。なんでかっていうと、ラケットが止まっているってものに相手の回転は影響するから。そうですね、その通りですね。だからちょっとやってみましょうか。そうするとこうもらっちゃうからピヨーンっていくんですよ。そうしっかりきちんとって言って形を作ろうとするからダメなのであって、そこはちょっとずらす。少し半減してくるでしょ。だからやり方とかってあんまり気にしないで、とにかく自分が思った方向にラケットを進め続ける。スイングするとこうとか、そうつっつこうと思ったらきちんとつっつく。でその時にきちんとつっつくという言葉も難しいよね。きちんと切るじゃなくて、そうじゃなくてラケットを進め続けることが大事なんです。じゃあもしかしたらこっちでもいいってこと？そうダイレクトに物がここに当たることがまず一番危険で、その次にここが止まっちゃうと完全にもらうから。でも仮にその根拠のないデタラメな面であっても、球に触ってちゃんとラケットを動かしてればその分だけ球の動きって半減してるから。いやそれめっちゃいいっすね。確かにそうだわ。そうレシーブ雑でもいいから、とにかくラケットを接触の瞬間大事なんだけど、そこでラケットを止めないこと。動かしちゃえば球がずっこけるから。だからそれが寝かせる。ちょっといろんな方向にちょっと試しに動かしてもらっていいですか？それで帰るよっていう。じゃあちょっと横回転かけます。今どっちに動かしてる？こっち？そう今のはラケットが45度目ぐらいで、バックよりちょっと少し前かなぐらいに斜めぐらいに。そうだね。そうこれもこうね。こっちですね。そうあとはそのままそうですね。前の方にね。そう止めちゃうともう完全にもらうから。そうビビると止まっちゃうんですよね。そう相手のサーブが分かんないとかっていう悩みありますよね。これは僕の判断方法は初級者、本当の初級者に教えてるから、初級者の人の悩みって
相手する人がみんな上級者になっちゃうってことなんですよ。そういうことですね。格上ですよね。そしたら試合になったらもう相手なんか自分のことなんか考えずにバンバンそのわけのわからんサーブを出してくるってことになるんですよ。そうですね。これ全力で。そうで先生つっつき教わったんですけど上がっちゃって打たれちゃいました。まあそらそうだろうなですごい単純な判別方法を教えますね。これってつっつきの面でね、まず下回転サーブドンと出してもらっていいですか。このミスがあるのは下回転だけなんですよ。落ちる。そうつっつきしか知らない場合、下回転を下回転でやると落ちますよね。ネットミスするのは下回転の存在だけなんですよ。横下回転って下っていう名前があるけどついたら上に飛ぶんですよ。つまり上に飛ぶか下に飛ぶかって考えた時下に飛ぶのって下回転だけだから。そうか。じゃあナックルが浮くじゃん。そうあとはまあ逆横の回転とかもできますもんね。まあ単純に上回転も当然上、ナックルロングも上だし。そうすると下に飛ぶのって下しかないからまず下があるかどうかしっかり確認、きちんとした下があるかどうか確認。この人下だけブチッと。罠にかかってもいいからまずこれ下だって思ったら確証を持ってとにかく上がろうが何しようがしっかり切る。それがまず先。そしたら下をいくら待ってても来ない人は下回転持ってないから。そうですね。ずっとまあ。それっていうのは最初からもうつっつく理由すらないかもしれないっていうことは分かるかってこと。そうですね。でそれがナックルの球の処理の仕方と横回転の処理の仕方って実は同じで、つっついたら上に飛んで伏せたら下に飛ぶでしょ。それってナックルも横回転も回転があるなしの全然違うように見えてるものが同じ飛び方してるんだよね。だから大事なのは自分のレシーブの形が不格好であってもできるだけ球の高さを作らない努力。そうですね。それ大事ですね。球が上がっちゃうとチャンスボールになっちゃうからできるだけネットの高さに調整していく。それは自分の感覚、自分を基準にしたフィーリングで下に飛んだら上に上げて上に飛んだら下に下ろしてを繰り返していってちょうどいいところを早く見つける。でそのテイスティングの回数が多くなっちゃうと失点が重なって負けちゃうから練習の中で少しずつその本数を最初は5本でもいい、5本に1回でもいいでそれを3本に1回、それを2回に1回、そしたらもうピカイチっていうふうに判別するようにすればつっつきがどうだとかフリックがどうだっていうのはちょっと一旦置いといて面が出てて帰ればそして相手が苦しんでればそれでいいっていう定義に置き換えて練習しちゃうのが大事かなって。例えばこうやって出して今浮いたからそしたら前にこうちょっとずつ一旦こうやってミスしてもいいね。ミスしたら面ちょっと開けた方がいいかな。例えばこうやって出して今浮いたからそしたら前にこうちょっとずつ一旦こうやってミスしてもいいね。ミスしたら面ちょっと開けた方がいいかな。それを繰り返してこうか横回転はこうしてばいい。球が返せる球をまず捕まえる、そしたら次返す、そしたら相手の逆手に取る、逆手に取るはいないところに返す、そうすればその時点でサーブを出した方は結構自信持ってサーブ出してるから僕が一生懸命練習したサーブ返されちゃったって勝手に思ってるからいないところにピョンと返してあげればそれだけでそういうことですね。そいつやられちゃうってことですよ。自信満々のサーブが。それって球が戻ってきちゃったってサービスエースは取れる頭でサーブ出してるからそういう選手にはこういう球が効くからそうするときちんとしたつっつきとかきちんとしたフリックとかってみんなやっぱり憧れがちだけどそれよりちゃんとそのいないところに返す、低く返す、それができるだけで随分と大きな対策にはなってるんですよ。角度を作って合わせるって結構大事ですよね。でもトップ練習も使ってますよね、瞬時に。そうですね。で、このことがまずできないと
いわゆるそのサーブの方も今度は後出しじゃんけんで、サーブを出したら次この球出そうって言って組み合わせでくるでしょ、そうですね、組み合わせになった時返せないんじゃないかって思う方もいるかもしれないけど、単発に対して発想がちゃんと作れない人は駆け引きの段階には到底入れないから。なるほど、そうか、その考えもそういう考えちゃんと作ってないと。そう、それがあれば、あ、この球きちんと入れたら次こう来そうだなと、この球ミスったら次の球こう来そうだなっていうね、次読みだから、読みとその判断は違うから、両方養っていくような感じになって、そう、そこがしっかりしてこないと、初歩の人たちに難易度の高いテクニックが卓球多いから、できるだけいい意味で少しこうアバウト、雑でもいいから、その技っていう技の名前もないぐらいのものぐらいだから、そう、それでも結局結果は出るよっていうことをちょっと紹介。そうで、これはもう上に飛ぶ球はどういうふうに飛ぶか、下に飛ぶ球はどういう特性があるか、きちんと下に飛ぶのは本当に真下しかないから、横下とかは矛盾少しこう傾きのある球で下に落ちてる時っていうのは自分のラケットが垂直に近いってことだから、ラケットが立っちゃうと少しの下のベクトルでも球っていうのは下方向に反射するものでも、ラケットの向きが30度とか水平とかってなっちゃうと、もうこの進行方向にしっかりこう食いついてくる球しか下に飛ぶっていうベクトルがないんですよ。いや、そうですね。そうなるとかなり少数派っていうか、そう、下回転って本当にきちんとその面を作らせるっていう罠を仕掛けるってことだから、それだけ下も重要。ああ、そうなんですよね。下回転の切れたやつをやっぱ見せておくっていうのは、サーブの自分をやっぱマックス値をわざと試合中にしといて、あとこうそう面がやっぱバグるっていうか、リセットされるっていう感じは。全部上に飛ぶものだって言って認識されちゃったら、とにかく捕まえてバッカンバッカン打っちゃえば、逆にもう未熟であればあるほど上級者をどれだけ倒せるかっていう挑戦なんだから、一旦常識論捨てちゃってもいい。大事なのは物理論だから、結果が出るかって言った時にいないとこに球を返すのが基本、そして回転で苦しめるのが次の段階、そして低く短くという球を出して卓球台に選手を拘束して死に体にさせること、身動き取れなくすること、これをちゃんとやってれば相手はぶっ倒せる。ぶっ倒せるとこまでいくんですね。そういう感じでやってますけどね。ありがとうございます。はい。これ例えばこうやって出して今浮いたから、そうそしたら前にこうちょっとずつそう一旦こうやってミスしてもいいね。そうミスしたら面ちょっと開けた方がいいかな。例えばこうやって出して今浮いたから、そしたら前にこうちょっとずつそう一旦こうやってミスしてもいいね。ミスしたら面ちょっと開けた方がいいかな。そうよければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。